インスタで募集した、質問に答えていくっていう、ここにねバーってあるんですけど、はい、ちょっと全部は無理なんですけど、できるだけサクサク答えていく質問の動画ですね。質問コーナーっていうと他のコーナーがあるのか聞かれちゃいそうなので、質問の動画を撮っていきます。ということで、1つ目、1個目は面白そうなの、欲しい超能力は、これ一番最初に来てます。っていうと、どこまでが超能力っていうことになるのかわかんないんですけど、移動を早くするのがもう一番いいので、どこまででもいいんだったら瞬間移動したくて、ダメなんだったら早く走りたいとか、そんな感じですかね。早く移動したいっていうのが回答です。続いて朝型夜型、これは完全に夜型です。今も撮影始めたのが、12時過ぎとかですかね。はい、これって基本は夜型だから、朝型、基本は夜、そんなことないか、夜型です。はい。もう一個、寝相が悪いか。寝相はいいと思います。基本的に人に見られる機会っていうのはないんですけど、大体ヘッドホンつけたり、アイマスクつけて寝たりしてると、どっか飛び出てる表現間違えちゃいましたけど、大体つけたまんまの状態が、首に移動したぐらいで止まってるので、ASMR 好きな人っていうの寝相の上がり方ですね。はい、寝相はいいです、いいです一人の人がさ、一人で何個して12345 6個してくれてる人がいて、ちょっとさっきの2つ同じ人なんだけど、これもう面白いから、映画を見るときポップコーン何買う？ポップコーンは、まずポップコーンは買います。質問としてはポップコーンを買うかと、買ったら何を買うかの2個聞かれてるんですけど、まず1個目の回答としては、96% ぐらい買いますね。はい。で、買うとしたら、塩パタ、東宝シネマ、新宿だけかわかんないんですけど、自分がよく見に行く新宿の東宝シネマはバターかけますかっていつも聞いてくれて、だから塩バターって回答になるのかなが好きです。はい。キャラメルはね美味しいけど飽きる。特にもうこんなんや、こんなサイズや、だから飽きがきつらい塩バターです。子供の頃の将来の夢を教えてほしいです。2分の1成人式、大体みんなやったと思うんですけど、の時はやる将来の夢を舞台に立って言うっていうので、これ動画で言ったことあると思うんですけど、むっちゃ昔の動画で、自分の将来なりたいものを言わないといけないのに、自分はちょっとないから、もうちょっとクソガキだったんで、ないですって言ってたら、先生に図書館に監禁されて見つかるまで出てきてはいけませんみたいな、もうそこまでして言わせたいかみたいな感じで、もうバトルが発生してたんですけど、最終的には曖昧な感じで、人を助けるだったか幸せにするだったか、そういう仕事に就きたいって言ってて、それは今でも思い
自分が幸せになれる仕事に就きたいですね。はい、そんぐらいの夢しかないです。オッケーくんはお洋服どこで買うことが多いですか？どこって言われると難しいんですけど、ブランドで言うとハレとかキャスパー・ジョンさんっていうちょっと似た系統の2つなんですけど、気になる人は調べてみてください。最近はもっぱらザラですね。はい、もっぱらって言いたいだけなんですけど、このね、多分動画でねこれも何回も着てると思うんですけど、この黒いなんかね、これねシワシワになんないんでね、この生地、これもザラです。いくらだったんだろう、4000ちょいぐらいでしたね。高かった、めっちゃ高くはないかなっていう自分の感性なんですけど、合ってますか？結構服の感性が合うか合わないかって結構買い物の時気まずいので様子見ちゃいますね。高くないよねみたいな、やりますね。よく食べる定番の朝ごはんある？朝ごはんは、食べないこと多いんですけど、一元とかあるときは特に、夏休みは朝暇なんで、朝ごはん食べるとしたら納豆と卵混ぜたやつ食べますね。お腹たまるしいいんですけど、はい。で一元あるときは朝ごはんじゃないんですけど、大体もう家出るまでに食べる時間ないので、学校着いてから学校の自販機で、お気に入りのアイスココア、普通の自販機に売ってる 350ml ぐらいの缶のやつを買ってちびちび飲んでますね。あれ美味しいです。なんで大学の日の朝ごはんはアイスココア、ない日は納豆と卵です。はい。もうちょっと踏み込んだのをやりましょうかね。YouTube をしようと思ったきっかけ、始めたきっかけ、これよく聞かれるんですけど、2つですね。1個は、好きだったから ASMR が。で、この ASMR っていうのは、昔はどうだったか、昔どうだったのかな、自分みたいな感じでいろんなジャンルの動画を上げる人っていうのがあんまりいなくて、結構ガチガチなの上げる人ばっかりだったので、自分でそれを投稿して自分でも聞けるし、なんか需要あるんじゃないかっていうのが1個、ほぼ2個言っちゃってたんですけど、で2個目が自分始めたのが2019年、嘘ついてないかな、2020年、高校1年生の高2が始まる時くらいだったんですよ、大体。で自分今年で21の代なんですけど、同い年だったり1個2個違う人はピンとくるかと思うんですけど、コロナのタイミングだったんですね。で学校行けなくて家に無限に課題が届けられる中で、勉強だけはしたくないけど何にもやることないと、さすがに今だなと思って、YouTube やってみようかなと、やること作ってみたこの2つが YouTube を始めたきっかけです。みんなに見てもらえるようになってからはいろんな人に見てもらいたいなと思って、みんなに見てもらえそうな動画を投稿しつつ、今日は自分のやりたいことでいいやっていうのを一つ、あとはVlog とか挑戦してみるの一つという感じで、バラバラ未だにやっております。そうだ、母の日何あげた？私はチーズケーキ買ったよと。いやー、ケーキ結局一番嬉しいですよね。うちはこういうお祝いごとに基本的にケーキがくっつきすぎてて、ちょっとケーキは意外と買わないの。母の日は今年はシンプルに大きい花束をあげましたね、兄弟3人で。だいたいうちはプレゼントは3
趣味があんまりないって言ってて、いろいろあってお母さんが暇そうだったので、スマホで撮った写真をチェキにできるし、それ自体も写真撮れるみたいな時期をプレゼントしました。今では自分の方が使ってます。これ多いです。開けたくせに自分が使う。はい。ちょっとこれは重めの質問。人間関係がうまくいかないとき、OK 君はどうしますか？人間関係ですか？どうすると言われると、最初に迫られる選択はありますよね。続けるか、もうブチ切るか、それ次第で、自分はどちらかと言ったら、どんな人とも関係は続けていきたいなと思うタイプなので、ブチ切る人はブチ切ればいいと思います。あんまりこだわる必要はないけど、ブチとかつけといてブチ切るって言っても何もしなくなるっていうのを選べばいいのかなって思います。頑張るのが苦手な人は。で、自分みたいにどんな人とも関係続けたい人とか、あと2年は離れられないよみたいな、同じ部活とか同じバイト、バイト辞めればいいけどっていう時にはどうするかっていうと、なんだろうな、心の余裕を持って許してあげる。許すというか、これもどううまくいくかいかないかとかもありますけど、なんだろうな、難しい質問だな。じゃあ勝手にこのパターンと限定します。じゃあ、すごい意地悪されますとか、ちょっとこの人のこういう部分苦手だな、どうしようかなっていう時に自分が取る行動は、そうですね、その人じゃない、その人ができてないところ、その人ができてないところで他の人ができてる時、要は友達3人いて、2人でいいかな、自分とあと2人いて、この人苦手な人ね、こっちの指の人、これ苦手な人で、こっちいい人、いい人悪い人で分けるのもよくないけど、この人ができてないけどこっちの友達ができてることっていうのがあったら、この人を注意するんじゃなくて、こっちを積極的に褒めていくみたいなスタイルかな。自分は気づかせたい、この人にも。悪いことじゃないけど、こっちの人の方がよくねみたいな、息を作り出しますかね、どちらかというと。ちょっと意地悪ですけど、大人数だともっと意地悪になっちゃうんですけど、同じです。7人いて1人ちょっと変なこと、2、3人変な考え方する人いたら、多数派の4人を自分はすごい、いやー辛いよなとか、いや考え方なかなかできないわとかね、そういう周りくどいのするかな、ちょっと傷つけたくないし、自分も踏み込んだことは言えないので、ということで、自己責任なんですけど、やったことない人はやってみてください。なかなか難しいけどね。自分はやり続ける。その人がうまくやれてないこととか、こうしてほしいなっていうことを自分はひたすらやり続けて、そしたら同じようなことを周りがやってくれると思う。 OK 君あれいいよねとか、そうやってやるタイプ。タイプです。めんどくさいですね。はい、ということで、今日は、こんな感じで、ちょっとした質問を投げかけてみました。皆さんはどう思いますか？ OK 君は
がバイトですかね。バイトをもうマッチングアプリのように使う、ここはいるだろうっていうバイトを受けてみていいと思いますね。自分の周りで一番お付き合いが多いのはバイトかなと思います。はい、次、少しだけライブ参戦履歴教えてほしいです。ホーロックとかということで、自分は、音楽大好きなタイプで、イヤホンがないと結構悲しい一日が悲しくなってしまうタイプの人間なんですけど、ライブで言うといっぱいは参加したことないんですけど、去年ぐらいからあんまり始めて、視聴者の方に、男性の視聴者の方にライブのチケット元からちょっと喋ってた方に余っちゃってて行かないって言われて行ったのがきっかけで、テレさん TLE でテレさんっていう方いるんですけど、で前までやってたけど多分もう今は結構伝わっちゃうのかな。この1年ぐらいですごいもうめっちゃ成長してる方で、テレさんのライブは一応今までのツアーみたいなのは基本的に全部行ってるはずです。で、他で言うと去年はセカオワのライブに行きましたね。セカオワのライブで、ライブじゃないんだけどフェスで言うとジャパンジャムっていうのと、あとこの前あったスイートラブシャワー、マジでつい先日なんですけど、なんか大雨というほど、大雨と言われてたらまあな雨だったからすごい楽しい思い出になったんですけど、に行ったことがあります。楽しいです。あったら喋りかけてください、ライブで。音楽系の質問に連続いこうかな。好きな恋愛系の歌ありますか？ちょっと考えずにパッと言うとしたら、クリープハイプの一生に一度愛してるっていう曲が、ピープルマンさんのラブソングっていうこの2つですね。一生に一度愛してるは、タイトル通りでもないんですけど、タイトルが好きです。はいいいのかな、タイトルが好きで、ピープルマンさんのラブソングは、全部いい曲なんですけど、ラスサビの店長の部分だったかな、ちょっと店長してるのか分かんないですけどのところの歌詞がすごい好きなんですよね。ここでこの最後の歌詞のところで見てください。端的に言うと、あんまり好きって言わないけど、それはなんでかっていうと、笑った顔とか一緒にいる表情で好きって言葉が十分伝わってると思うんだけど、今日くらいは言っちゃおうかなみたいなのを歌ってくれてて、自分はトロットロのやつよりかはわりかしそういう平和系なのが好きですね。あれも好きです。寝癖のスーパー愛してる、はい、それももうタイトル通りめちゃくちゃ愛してる曲です。はい、そういうのです。おすすめのコンビニ商品知りたいです。セブンだったら蒙古タンメンのカップ麺か、冷蔵庫みたいなところにあるニンニクチャーハンがめっちゃ美味しい。で、ちょっと他のコンビニのこれっていうのは見つけられないんですけど、どのコンビニでもあるシリーズでいくと、いちごミルク、が好きです。コンビニでいつも買っちゃいます。勉強というか授業の前とかにいちごミルク好きです。はい、一番気に入ってる自分の動画は何ですか？なんだろうな。なんか前までパッと答えられたのに、最近ちょっと自分の動画見返してないこと多いからあれだけど、最近で言ったらあれかな、メイクアップする動画が時間もかけたし、自分の好きな音と所作を盛り込んだ
と体重はミスりましたね。このタイミングでこの質問に出会っちゃった。無限に質問あるし、身長と体重は175 174.6センチと、体重は、61キロ61.8キロですね。はい。まあ何も突っ込まないでください。まあ結構いわゆるよくいいなっていう感じの体型だと思います。はい。恥ずかしいので次いきます。スタバでいつも何飲むかというと、スタバでいつも飲むのは、スタバあんまり決まってないな。スタバあんまり決まってなくて、まあコーヒーシェイクです。自分はコーヒーシェイクが好きで、タリーズだったらエスプレッソシェイク、スタバだったらアフォガードフラペチーノかコーヒーシェイク、モスのコーヒーシェイク、ここの4つが大好物です。視力はどれくらい悪いですか？コンタクトはマイナスいくつですか？ということで、自分はコンタクトはつけてません。で、一応運転するときぐらいしかかけないんですけど、メガネがあります。これはなんだっけ、なんか視力が 0.6 と 0.4 とかぐらいだった気がしますね。はい、ということで、これは縦メガネかってよく言われるし、いや違うよって言ってみんなにかけてもらってもまあ変わんないじゃんっていう人もいると思うんですけど、ちょっと汚いな。でも若干変わるよね。はい、ということで視力はまあちょっと悪いです。ダイエットを、朝卵と納豆を食べて、昼をめっちゃ食べて、夜は食べないですね。食べないはそうです。夜は炭水化物抜くっていう感じですね。自分がすごい体重落とせた時は朝納豆と卵食べて、お昼にめっちゃパスタ食べて、夜はおかずとサラダみたいな生活でした。はい。ただまああとは間食とジュースをやめる、こっちの方が大きいかもな。はい。どうだろう、食べてない人は食べたり飲んだりしない人もいるんだけど、自分はそれも大きな要因だった気がしますね。お菓子と甘い飲み物、バイト何してますか？バイトは塾の先生をやってます。はい。まあ生徒にもね最近はバレて、授業中にいじられたりもするんですけど、塾講師を一応5年間ぐらいやってます。5年間ベテランですね。はい。まあ担当科目は社会の歴史以外です、基本的には。で、中学生がメインですかね。高校生の数学理科は担当しますけど、そんな感じです。得意なのは中学校の理科です。理科。MBTI なんですか？ MBTI は INFP です。仲介者っていうやつです。まあなんか社会不適合者って呼ばれてるらしいんですけど、いいです、別に別にいいです。はい、ちょっと強がってみました。まあなんか、そうですね、自分は MBTI すごいなぁと思いつつ、ムカつくからそれに伴ってない行動をしてやろうと日々心もます。お酒どれくらい強い、まあどれくらい弱いかの方が言いたいんですけど、どれくらい弱いかで言うと、ほろ酔い、お店で1杯飲み切ることが10回に1回くらいですね。はい。10回飲み会行ったら自分が1杯飲み切ってるのを見れるチャンスがあります。はい。最悪です。
ASMR にハマったきっかけ、ASMR 始めたきっかけはさっきので、ハマったきっかけはなんかリビングで寝ながら、なんかこの塾でもらえるザコイ iPad mini でイヤホンもかけずに、何だったんだろうな、スライムかなんかの動画を見てて、視覚となんとなくの音の想像の気持ちよさっていうので、この音フェチっていうやついいなっていうのが始まりだったかな。そっから耳かき行って、耳かきからささやき声行って、ささやき声から、まあ、どんどんいろんなに派生してったっていう感じです。はい。最近買ったものとか知りたいです。最近買ったものがあるんですけど、その時の勢いで